いやー、参っちまったね。あ、英語でそうか、始まるよ。イェイイェイイェイ。皆さんこんにちは。今日のテーマは幸福。幸せな人生を歩んでいきたいと皆誰しも思うはずですが、その幸福はどこにあり、どうすれば幸福になれるのか。それぞれがそれぞれの幸せの落としどころを見つけようとするかのように、今さまざまな考え方が巷にあふれていますね。人生を生き抜いていく上で幸福の決め手となるものは何なのでしょうか。私たちは仏法の観点から幸福とはを相対的幸福と絶対的幸福という2種類に分けて幸福を捉えています。ということで今回は相対的幸福と絶対的幸福とは何か、この2つの幸福の捉え方を一緒に見ていきましょう。ハッピーハッピーハッピーヤー。最初にご紹介するのは相対的幸福。相対的幸福とは英語で Relative Happiness と言います。相対的と表現していますから相対。例えば幸せの基準を他と比較してより持っている、満たされている状態に心地よさを感じる。こんなのがそうですね。お金や社会的な地位なんかはその代表でしょう。自分に必要な心地よさが叶えられている状態、状況を幸せと呼んだりします。これ自体を否定しているわけではありません。以前実回論のところでも少しご紹介しましたが、この幸せも自分の命の状態に関係してくることなのだということが実は本質にあります。自分の命の状態によってより持っていたい、優れていたいという思いに引っ張られ、自分が振り回されてしまうことがあるのです。とこのように言うと、いやいや自分はそこまで人と比べたり欲しいものに執着しないから大丈夫だとか、自分は自分だと思えるから私は大丈夫という人がいます。しかしこのテーマの重要なところは、誰にでも自分の命の中には自分を引きずる力があるというところなのです。これが相対的幸福と次に出てくる絶対的幸福との根本的な違いになってくるのだと思います。ハッピーハッピーハッピーヤー。絶対的幸福は英語で Absolute Happiness と言います。絶対的と表現していますから、相対的とは逆、つまり比較を超えて存在するもの、不変のものを言います。先ほども述べたように、ここでの重要なことは、欲に執着しない、振り回されないという自分のさじ加減の話をしているのではなく、誰にでも必ず自分の命の中には自分を引きずる力があるということをまず知ることなのです。たとえ今自分は大丈夫だと言っても、自分が生き抜いていく途中には予想もしない様々なことが起こってきます。自分の周りにいる家族、大切な人との別れ、そんな心が張り裂けそうな悲しさ、刻々と老いていく自分、虚しさ、苦しみを集約するものとして生老病死という言葉があるのですが、自分が生き続けていくということは、それらの苦しみを背負うという意味でもあるのです。確実に自分が背負う苦しみを、今は自分は大丈夫だと言っているその命のままで、いざという時に本当に乗り越えていけるのだろうか。その苦しみに引きずられる命を超える不変の命が自分の中にもある。それを引き出していくこと。絶対的幸福とはその命のことを指しているのです。池田先生が簡単に解説しているものがありますので、それを見ていきましょう。ハッピーハッピーハッピーヤー。一般的に幸福の条件というと、
経済的に豊かであり、健康で周りの人からも大事にされることなどが挙げられると思います。こうした条件を満たしているように見える人は世間にも数多くいるでしょう。しかし本当にそれで幸せを満喫しているかというと、必ずしもそうとは言えません。心に不安を抱えている人も少なくない。これらは相対的幸福であり、決して永続的なものではないからです。絶対的幸福。この境界を確立するには、いかなる環境にも負けることのない強い生命力が必要となる。その生命力は自身の胸中に内在しているものであり、それをいかにして引き出すかを説いたのが仏法である。どのような苦悩や逆境に見舞われようとも、それを力強い生命力と豊かな知恵で乗り越え、生きていること自体が楽しいという境界を現実の人生において築いていくことが絶対的幸福です。自分も人も絶対的幸福をつかんでいくための信心であり、幸福の組織なのである。人生いろいろなことがある。悲しみがあり、苦しみがある。毎日嫌なこともある。夫婦喧嘩もあれば、離婚して不幸になる場合もある。仲が良くても子供が病気になることもある。自分が病むこともある。ありとあらゆる悩みがある。生きていくことがどれほど大変なことか。その人生を生きて生き抜くためのエンジンが信仰である。ロケットのように悩みの雲を突き抜けてぐんぐん上昇していく。生き生きと限りなく向上していく。幸福の大空を遊戯していく。そのための噴射力が信心である。南無妙法蓮華経と唱えれば生き抜く力が湧いてくる。希望が湧いてくる。煩悩即菩提で悩みを喜びに、苦しみを楽しみに、不安を希望に、心配を安心に、マイナスをプラスに、すべて変えながら生き抜いていける。絶対に行き詰まりがない。結論して言えば、信心こそがすべての宿命を転換できる。自分のいるその場をそのまま幸福の弱高度にしていける。どうでしたか？相対的幸福と絶対的幸福の2つの幸福感を今回説明してきましたが、私たちはこの絶対的幸福、環境がどのように変わろうと、何が起きようと、不変の強い命を湧き上がらせ、日々の生活に向き合っていく。人生の荒波を乗り越えていくことができる。これを実感することこそ幸せの決め手となっているのです。日蓮大聖人はこのように述べています。南無妙法蓮華経と唱うるより他の有楽なきなり。大聖人はこの一言で全ての確信をついてきていますね。妙法を根本にした命で立ち向かうとき、その命は全てを幸福へと転換していける最強の働きをしてくれるのです。それでは皆さん、素晴らしき人生を。英語でそうかでした。またね。